こんにちは、加藤です。今日はコメント欄にいただいた質問に答えていきたいと思います。以前紹介した水張りのやり方というところで、使うハケはどんなものでもいいですよって私が話してたんですけれども、じゃあ100均のハケでもいいんですかというような質問をいただきました。で、今日はそのお答えなんですが、結論から言いますと、もちろん100均のハケでも大丈夫です。水張りするのに100均のハケでダメっていうことはありません。ついでにお話していくと、これ100均で買ってきた4つ5つ入りかなんかの台所用のスポンジなんですけど、こういったスポンジを水でギューッと湿らせて、それで水張りをされる方、そういう方も中にはいます。あとホームセンターで買ってきたやつなんですけど、こんな感じのハケを使って水張りされる方も中にはいます。ただこれちなみに毛の質がですね、豚毛と言われるちょっとね硬い毛なんですね。髪の質にもよるんですけれども、犬頭紙とか水張りするにはいいと思います。ですが、柔らかい髪とか弱い髪、繊細な髪を使うときにはちょっと強すぎて髪を傷める可能性があります。もちろん貼ることはできる、水を引くこともできるんですけれども、どの辺まで気をつけるか気にするかは作者の感性によるところだと思います。せっかくなので私の愛用しているハケについてご紹介しておこうと思います。これナムラというメーカーの水ハケ A30 3寸のナムラの A ハケというやつです。もともとはこういう木の地のやつで、こんな塗りはしてないんですけれども、防水が効いてた方が長持ちするので、私はこれカシュー塗料っていう漆みたいな塗料なんですけれども、水に触れる部分っていうか毛の上の部分まで自分で塗料を塗ってコーティングしてあります。このせいっていうのもあると思うんですが、30年以上ね活用してるんですね。そのくらい長持ちするものなので、できれば私はちゃんとしたものをセレクトして長く愛用するのがいいかなと思います。ちなみにこれでざっくりね3000円弱くらいだったと思います。で、同じメーカーから例えばこれ A ハケっていうナムラの A っていうね B に対して A、サイズは一緒なんですけれども、毛の品質がちょっと違うのも出ています。で、私この A ハケあまり好きではなくて、一応持ってはいるんですけれども、こっちばっかり使っちゃってこれ使う機会ってあんまないんですね。そんなわけで、どうせ買うならよく使うっていうか、使ってて気分がいいハケをおすすめしています。何でもいいって言っておきながらあれなんですけれども、私はある意味道具大好きマニアなので、こういった気に入った道具をずっと使い続けるっていうのがいいかなと思ってるんですね。で、ちなみに A ハケ、同じ羊の毛、羊毛なんですけれども、ちょっとねぼわっとね外側に広がっちゃうっていうのと、水を含ませて引くときに息が切れやすいんですね。例えば同じ量水を含ませて引き始めからどこまで引くことができるかっていったときに、これはね息が長い、ずーっと例えば3メートル引けるとしましょう。そうするとね途中でね水切れちゃうんですね。そんな風に性能が違ってきます。値段の違いは毛の品質、性能の違いだと思って、自分に必要な性能のハケを購入するといいと思います。ちなみにこれはエバケなんですよ。エバケって何かっていうと、水ハケよりもちょっと高級、これで3万くらいするかな。同じ羊毛なんですが、漆塗りがもうすでにしてあります。そんな風にちょっといいハケっていうのは性能も高いんですけれども、これを水張りに使おうとは思わないです。オーバースペックというか、もったいない、水張りに使うにはもったいないので、私はもっぱらナムラの A ハケで、これ本当に30年使い倒したので、ここ、2年前くらいかな、新しい同じものを購入し直しました。で、同じものなんですけれども、また同じようにカシュー塗料のこの黒い下地のやつを塗ってコーティングしてあるんですね。毛の品質はほぼ変わってないです。かつて買った時の毛と同じで、こっちの方が新品というか新しいので長いし厚みもあります。で、これでまたあと30年は使えるということでね、いい道具を見つけて、安くていい性能のやつを見つけて長く使うというのが私の道具に対する考え方です。あとね、ついでにこんなハケもあります。これ何かっていうと、前に紹介したかな、動作ハケというやつで、言ってみれば画面の目止めに使う明板入りのニカワとかを引くためのハケなんですけれども、このハケもね水張りに使ったりします。大きな画面の時にはわかりますかね、このね厚みがね他よりもねちょっとね厚いんですね。ここに厚って書いてあるんですけども、静振動の特厚っていうやつです。ちょっと店頭に並んでないかもしれないです。特注品だったかもしれないんですけど、ちょっとね他よりも厚みが厚いっていうのが私好みで、つまり息が長いんですよね。これでどうだろう、4メートル以上引けたかな。水が切らさずにずーっと引ける、途中でね途切れないんですよね。そういった必要十分な性能を持ってるかどうかが
私の道具を選ぶ条件になります。で、ただ使う前にそれができるかどうかってわからないんですよね。どの程度の性能かわからないので、私は道具はね、いいかなってピンときたらとりあえず買ってみます。買ってみて使ってみて、やっぱりこれはあんまり思ったようなイメージの線が引けないとか、機能を果たしてくれないっていう時には、2軍落ちしていくわけですね。逆にこれはいいなっていう一軍に残ったやつは同じのを何回もリピートで買う、そういった使い方というか道具のセレクトの仕方しています。結構芸術系というか、油絵に限らないんですけれども、日本画家もそうだと思うんですが、道具に対するこだわり高い人が多いかなと感じています。っていうのは、道具によってできることできないことっていうのが結構はっきり分かれてくるんですね。よく工房筆を選ばずって言います。上手い人はどんな粗悪な筆を使っても達者に描けるみたいな意味だと思うんですが、それもちろんそういうこともあるんですけれどもね、それもあるんですけれども、やっぱりこの筆じゃないとこれができない、この刷毛じゃないとこれができないっていう道具による制限っていうのがありますので、必要なことができるっていうのが道具に課せられた条件かなと思います。またもう一回最初に戻りますけれども、水張りはこの20円のスポンジでも十分にできます。ただ気分よく性能を十分に発揮して気分よく水張りをしたいのであれば、私のようにナムラの A バケって宣伝してますけども、リンクを貼っておかないですけれどもがおすすめです。はい、今日の動画は以上になります。こんな感じでよろしいでしょうか。ユニアトリエチャンネルではデッサン初心者の方、それから独学でやってるんだけれども伸び悩んでるという方を対象にしたレクチャー動画、それから解説動画っていうのを毎日配信しています。もしこの動画が参考になったらチャンネル登録、いいねボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。さよなら。